はい、こんにちは。森のワークベンチでございます。じゃあ今日はフィルタリングでいいと思います。順番がね、どういう順番でやっていこうかって考えてるんですけど、とりあえずこのオリーブドラブの方にね、裏側もやるかな。僕が今やろうとしてるのがちょっと前にもお話ししてるのに見てない人、色、今こう機体を見てオリーブドラブっていう色を人間は認識してるんですけど、色っていうのは結局そのものに光が当たってでその光の反射を目で見てるんですよ。で目の中でRGB って言いますけれども、レッドグリーンRGB だ RGB じゃねえよ光でいいのか、その場合は要はその反射光ですね。難しい話やめようね要はその当たった反射光を目の中でこう受容体とかいろいろあるんですけれどもね、赤、黄色、青、これは色の三原色なんですけれども、色ねで入ってくる光っていうのは RGB、 レッドグリーンブルーで、その濃淡で、色を認識してるわけですよ。でこれ僕だけっていうか僕だけっていう言い方おかしいな、僕がちょっと特殊なのかもしれない。空わかりますかね。青い空、スカイブルーですね。であれを見て青いなと、空が青いなと。で僕空を見ると青いおそらく見える色は同じなんですけれどもね、よーくこうじーっと見てるとほんのわずかにピンク色の細かい点が点々と見えるんですよ。ちょっと特殊かもしれないです。で結局こういった緑に関しても、いろんな色が混じってこの色になってるんですよね。でこれを分解しちゃおうと、一旦ここで分解するのがいいんですけど、F4B タミヤのファントムは一つ前、造形村のファントムまでは単色を乗せてってちょっとその単色が残るような塗り方してたんですけど、やってみますね。やりながらお話ししますね。使うのは油絵の具です。だからこんな油絵用のパレットを持ってきました。でこのオリーブドラブを構成している色をここに並べていくんですけど、そんなにたくさんは使わないんでね、薄い方からやっていけば白、黄色は使わない方がいいです。変な色になっちゃう。黄色の代わりにイエローか黄土色、黄色がね多分強すぎるのかな。黄色を入れちゃうとね超うざいんですよ。それから
バーントアンバーはちょっと濃すぎるので、バーントアンバー、次にピュアレッドね。で次にバーントシェーンの茶色です。でさっき色のどうのこうの三原色どうのこうのって言ってました。当然機体にこう当たってる光の中に空の青もある。青い光が映り込むわけです。その映り込みだから極端なお話、あれですね、夕日が出る飛行機を表現したいのであればオレンジにしちゃっても間違いではないんですけど、それはちょっとプラモデル的に違うんで、これが夕日の絵だったらねそれはやりますけど、でいろんな方法あると思うんですよ。例えばこれが昔やってた方法ですね。この色、ここにこういろいろ乗せていくと、あんまり多く乗せちゃうとおかしくなるんで、ちょっとこれ赤が強いかもしれないです。赤いっぱい乗せちゃった。白もね、白、これがねちょっと難しいんですよ、この点々が。で、ここに油絵の具を点々と乗せてみました。でですね、ペトロールでこうペトロールを混ぜることによって、乾燥が促されるんですけれども、揮発性油ね、これは鉱物系の油なんで、シンナー一番近いのはエナメルシンナーで、このペトロールだけだと定着しないんですよ。ペトロール混ぜちゃうと、じゃあどうすればいいのってことで、油用のペインティングオイルですね、植物性の油、ペインティングオイルを絵の具にちょっと混ぜてやれば定着は促されます。だからここで今絵の具でねガーッとやるんで、もうちょっとでいいですよ。筆に含ませてもいいです。でこれをねここでちょっとこれ絵の具多かったな、みんなあまりにも。こうすると今だいたい絵の具みんなにペインティングオイルが行き渡った感じなんで、アーティスティックだな。で今度これをここにペトロール、今これペトロールつけてきました。でこう塗っていって、いやちょっと青少ねえな、
もうちょっと青白を混ぜたいなと、空の色を入れたいなという場合は、これ今白と青ですね。でここであえてペインティングオイルとか入れる必要ないんで、もう下に入ってますから。そうすると今やってたところにいろんな色のうっすらした縞模様ができる。はっきりしちゃダメですよ。でこれ乾いた筆です。この乾いた筆でこうすることによってさらに馴染みますので、これで、ちょっと見にくいんですけど、奥行きが出る。でしかもウェザリングもできてると、ちょっと赤っぽい色とか黄色っぽい色っていうのが見えないかな、見えないかもしれないです。これでその気体表面の色に奥行きが出せると思うんですよ。でこれが従来の方法、従来というかそういう方法、一つの方法ですね。いろんな色をこの上で散らしていくと、そうすると赤っぽい線、青っぽい線、それから黄色っぽい線っていうのが表現されます。でこれを乾かします。一回あれです、乾燥機、食器乾燥機でもいいですし、ドライヤーでもいいと思いますね。でプラモデル用の塗料と違って乾燥に時間がかかるんですよ。なのでこのペインティングオイル、この隅っこにあるこれペインティングオイル入ってるんですけど、ペインティングオイルとシッカチフブランという乾燥促進剤を混ぜてます。乾燥促進剤の混ぜすぎには気をつけましょうね。塗料が剥がれてきちゃう。でね、通常油絵って冬場なんかだったら普通こんなシッカチフブラン、違う普通はこんなペトロールは油絵描くときに使わないんですけど、1週間ぐらい経っても白なんかだったら乾かないことがありますね。あんまりこう塗膜がついとね。なのでこのペトロールが必要なんですよ。ただそれでもある程度乾燥には時間がかかるかもしれないです。まあいいや今ちょっと映ってなかったんですけど、気持ち悪いな。そこにこのゴリラグルーあるじゃないですか。ゴリラグルー今動いたんですよ動いたっすよ。なんで何かこう寄っかかってたやつがこうなったわけではなくね、目の隅でこうどういう動きだったんだろう。今こんな感じで動いたんですよ。こんな感じでキモいな。ここのうち何でもおかしくないから一応今そう話し続けますね。
時期の写真を見ると、世界の傑作機なんか見るとね、このアングルの写真多いんですけど、こんな感じ、今の感じ、やっぱり写真見るとね、なんとなくこう違う色がね、オリーブドラブだけだとこうなんて言うんだろうな、今ここにされてる下塗りからいろいろやって、でなんだ耐色チョーキングの下地とか白っぽい色のせてるんですけどね、で今これをやることによってその上にこういろんな色が乗ったわけですから、で濃くなってるんですよ。だからこの後この主翼なんかもこれが若干濃い、トーンダウンされるんですけどね。でもう一つの、フィルタリングのやり方、レイヤーを重ねていく方法ですね。レイヤー、グラフィックやる人だったらわかると思うんですけどね、薄い色の層を重ねていく。で何色からいくのがいいか、濃い色からやるのがいいかな。ちょっとこのペインティングナイフに今ペインティングオイルちょっとつけてやって、でブルーからやってみます。ブルーね。でここペトロールを今ペトロールを持ってきました。筆で含ませてもいいですけどね、ペトロールはね。で今ここで薄い青を作りました。これをね、ここに一旦塗るんですよ。こんな感じで、これはウェザリングやる時と同じ、オイルウォッシュやる時と同じ、重力方向とか気流の流れる方向とか、それに合わせて胴体はこう、主翼はこうね。でこれだとちょっとうるさいんで、キングワイプでこう、あまり細かい部分だったらね、綿棒でもいいと思います。まだうるさいなって時はもうペトロールをね乗っけちゃえばいいんですよ。この辺はあれですね、墨入れと同じだから、これはフィルタリングとウォッシングを兼ねることができると思います。ただ、ピンウォッシュまではいけないな。これで今ブルーが乗ったってわけですね。で次に赤、一旦これ乾かします。ちょっとブルー取りすぎちゃったかな。乗ってることは乗ってるか。で次赤ですね。赤でさっき青を塗ったとこに、これ青消えるかな。赤のしましまを変えていくということですね。で最近この方法でフィルタリングをやることが多い。ブルー今時間はあまり置いてない。でもブルー残ってますね。でこことここ見るとこっちの方がちょっと白っぽいでしょ。イエローオーカーと白がここ入ってるから、こっちよりも明るいんですよ。だからこっちに今からイエローオーカー白を乗っけて同じような濃さになっていくと思います。でバウントアンバーどうしようかな。バーントシェンナーか。バーントシェンナー使っ
ってみようかな。使うとどうなるだろう。赤とね、イエロー赤とね、青とね入れてるんで、バンドナンバーいらない、バンドナンバーいらないような気がするんだよな。イエロー赤いきますか。イエロー赤、全体に塗らなくてもいいと思いますね。こう散らしてもいいと思います。でこれ今乾いた筆でこう散らしてってやると、その色のもっと明確な筋がそこにできますよね。この方がいいかもしれないな。そうするとここと同じような感じにね、いろんな色の線ができると。なのでかえってこう複雑な色になっていくと。ちょっと今ここ変わった色になってきましたよね。こっち見えるかな。これ赤っぽいような。だからこっちは今ちょっと赤のフィルターが強めに入ってると。でこっちは黄色のフィルターが強めに入ってるということです。でいちいちこれ乾かさないと次のペトロールで消えちゃうんで、仮にこれペトロールだけ、ペトロールだけだとね多分消えると思うんですよ。で最後に白をちょっとのせてみます。この白というのは今いろんな色をのっけることによって暗い方向にいっちゃってるわけですよ。ここ白混ぜてましたよね。これは薄っぽいんですけど、こっちは濃い色になっちゃってると。だから白のフィルタリングを最後に入れることによってメイドさんの調整ができるということです。こんな感じで今ね白を作ってるんですけど、こっちにブルーを置いてこう色の調整を自分がどの程度このブルー白これぐらいかな、これぐらいいい感じですね。これちょっとのっけてみます。ちょっとこれね多分濃い、ちょっと薄くしよう。あんまり濃いのやっちゃうと真っ白になっちゃうんでそれもどうだかなんで、今ちょっと乾燥あんまりやってないんで、ここのピンクの線が消えちゃうかもしれない。ちょっとやってみる。消えなきゃこれぐらいの乾燥でいいなって思うんですけどね。残ってますね。例えば今これを見てやってて、ここもうちょっと黄色っぽくしたいとかいう時はまた黄色のねこう線を今みたいにやっていけばいいでしょうし、で今気づかれた方もいると思うんですけど、これを行うことで墨入れもできちゃうんですよ。パネルラインのね。今ここはやってないですよねまだ。プレシェーディングここはまだやってないですよね。プレシェーディング入れてるんでね、パネルの底は黒っぽいんですけども、でこっち今いろんな色をフィルタリングかけた方です。こっちの方が濃い黒いでしょ。オイルウォッシュと同じですよね、やってることは。いろんな色のこうフィルターを重ねていくことによって、
このパネルラインの中が黒くなっていると。もちろん墨入れっていうのはこの周りの汚れもね、追加する部分があるんで、それはそれで後でねピンボッシュっていう形で追加していけばいいと思います。で今のフィルタリングを、全体に機体全体にねやっていけばいいでしょう。でグレーの方は下側これはねやってもやらなくてもっていうのはあるんですけど、白は必要ないです。白必要あるかな。グレーだからね、白必要あるね。ぶっちゃけたお話、今これのオリーブドラブだからなんで緑色入れないのっていうこともあるんですけど、緑色になっちゃうんですよ。だからオリーブドラブっていうのはブルーと色としてね、ブルーとイエローオーカとから赤をほんの少し、バーントアンバー茶色でもいいと思います。それを混ぜた色がオリーブドラブなんで、ここに茶色入れるとどうなるのかな。ちょっと茶色入れた形でこのシルクタンちょっとやってみますかね。今スポットでやってますけどね、ブルーならブルーで全体ガーッと乗っけていっちゃえばいいと思いますし、で今パレットの上に濃い順薄い順って乗っけてますよね。何言ってんだ。この中で一番濃いのがウルトラマリンちゃん。それからその次が茶色、その次が赤、その次がイエローオーカー、最後に白っていう感じでこうブルー乗っけただけでもこんな感じになりますね。これちょっと白っぽく見えるのはあれです。一番最後に体色の下地の白を乗っけたところですね。今ちょっと乾き始めちゃったんで少しだけペトロールを乗っけてやりました。完全に乾いちゃうとねダメなんですけど。で次にさっき入れなかった茶色バーント、どっちだっけ、いつもわかんない。バーントシェンナーですね。バーントアンバーの方が暗い、茶色のフィルター、茶色混ぜた方がいいですね。茶色混ぜると暗くなりすぎるかなと思ってたんですけど大丈夫ですね。これイエローオーカーです。で最後白ですよね。ちょっと少ないかな。で実は今回間違ってね、この油絵の具のフィルタリングをこの段階でやっちゃったんですけど、油絵の具を使う場合は全ての塗装が終わってから一番最後ですね。なのでこれはまだマーキングやってないですから、一旦この油絵の具をエナメルシンナーで落としてしまいます。
じゃあ次回はマーキングですね。でその後、クリアとか塗ってやって、でその次に油絵の具のフィルタリングなんですけど、そこは割愛させていただきます。それではまた。